皆さんこんにちは、AK です。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。先日のね、新ウルトラマンのベータカプセル予約殺到であっという間に売り切れてしまいました。それを見てね、思いました。変身アイテムって人気があるんだなということを再確認しました。そこで本日の話題は変身とそのアイテムについてお話ししようと思います。まずね、ヒーローの変身のことから考えていきましょう。昔からの変身ヒーローといえばスーパーマンからになるのでしょうか。スーパーマンから始まってこの日本に変身ヒーローもやってきたのだと思われます。スーパーマンの変身といえばね、電話ボックスを使って変身完了する過程でした。変身といってもね、メガネを外して服を脱いで隠れて変身工程を見せるという手法を使っていました。日本のヒーローはどうだったんでしょうか。古くはね、紙芝居の黄金バット、これはね変身しません。日本初のねテレビヒーロー月光仮面。月光仮面の正体はね岩井十郎ということが分かっていても変身する過程はなく突然現れます。この当時の日本のヒーローは変身過程はなく突然現れるというパターンが使われていたようです。七色仮面にしてもね、ナショナルキッドにしても、幻探偵はマスクをつけるという過程があったような気がしますけど、大体はね突然現れるという形のパターンでした。しかしね、日本ではアニメで変身するヒーローが現れます。それがエイトマンです。東八郎がエイトマンに変身して戦います。当時のねテレビ漫画の変身は画期的でした。そこにまた新しいアニメ、手塚治虫原作制作東京ムービーのアニメビッグ X が始まります。原作ではね万年筆型の注射器でしたが、アニメでは電気的なものに変更されて万年筆型のものを体に当ててビーっていう形でビッグ X に変身していきます。これを考えてみればね、ビッグ X が日本初のアイテムを使って変身するヒーローだったのかもしれません。ちなみにね、自分の幼稚園当時の通園カバンはビッグ X でした。もちろん万年筆型のおもちゃで真似をしておりました。この頃ね、子供はごっこ遊びをするのに何かしらのね代用品を使って変身ごっこをしたものです。しかしね、まだこの頃は変身が商売になるとは思われておりませんでした。この当時のねテレビ漫画鉄腕アトムや鉄人28号、スポンサーはほとんどがお菓子会社で CM も独占放送しておりました。おもちゃで言えばね、その当時は無版権ものが出回っておりました。キャラクターに関するねおもちゃもねそんなに多くはありませんでした。そんな時にですね、鉄人28号の後番組として優勢少年パピーが始まります。パピーはね、胸のペンダントメタライザーで構えて変身するのです。ピーパピー、これがね初の公式変身アイテムだと思うんですが、ネット探してもねこのメタライザーの写真が見当たりませんでした。残念です。その後はね、以前にもお話ししたウルトラマンが始まり、ベータカプセルが登場し、ベータカプセルでウルトラマンは変身します。別動画でお話ししましたが、シスコの景品にですね、なんかベータカプセルがあったような感じなんですが、景品写真の一部にこう写ってるんですが、これがどのようなものなのかちょっと分かりません。これもまたネットで調べてみても発見できず、残念。この時期はね、ウルトラマンもそうでしたがね、同じような時期にパーマンも始まってるんですね。そのパーマンも自分たちにとってはヒーローの対象でした。マスクとねマントが欲しかったですね。それに代わるね P バッジはね商品化されてましたけどね、この当時のね子供たちはねヒーロー遊びで言えばね風呂敷をね首に巻いてマント代わりにしていました。マントといえばね月光仮面もそうですが、七色仮面、ナショナルキッド、それらのヒーローはねみんなマントしてたんでね、マントイコールヒーローだったのかもしれません。しかしね、ウルトラマン以降はねマントをつけたヒーローが減っていきます。マントで言えばね、やはりお菓子の景品で黄金バット、タイガーマスク等にガムのね当たりくじが出るとねマントがもらえるというのがありましたね。
やはりね、当時の子供はね、なりきりグッズが欲しかったわけですよ。それらを考えたらね、なぜメーカーが出してこなかったのか、逆に不思議に思います。ウルトラマンのね、次のヒーローでは、円谷プロがウルトラセブンを出すわけです。その時にね、ウルトラアイが登場します。このウルトラアイ、これも食玩なんですけど、当時はウルトラアイが欲しくても手に入れることは不可能でした。代用品のメガネのおもちゃでウルトラアイの真似をしておりました。駄菓子屋のね、おもちゃでさえね、ウルトラアイはなく、流星バッジとかね、ビデオシーバーなんかもあったんですけどね、これは景品にもなってましたけど、それらがあるにもかかわらず、なぜか変身グッズは出ておりませんでした。子供は代用品で確実に変身ごっこをしていたのにですね、残念ですよね。そんな時、唯一変身アイテムを扱ったおもちゃが大ヒットします。それが秘密のアッコちゃん変身コンパクトです。これはね、女の子の間でかなり流行ったと聞いています。その後ね、1960年代後半はスポコンブームというアニメブームが始まり、特撮ものが減っていきます。しかし1971年、宇宙エンジンゴリを皮切りに帰ってきたウルトラマンなどのテレビ特撮ヒーローが始まります。しかしウルトラマン、ウルトラセブンで使っていた変身アイテムは帰ってきたウルトラマンではなくなってしまいました。さらに帰ってきたウルトラマンは変身の決まりポーズさえもありません。それに対してですね、宇宙エンジンゴリのスペクトルマンは命令という名ですが、右手を上げるという固定ポーズで変身します。ある意味これは変身ポーズだったのかもしれません。そしてその年、ついに変身アイテムで変身する仮面ライダーが始まります。オートバイによるベルトの変身はある意味斬新ではありましたが、子供たちが真似するには地味すぎでした。しかし諸事情でバイク変身のできない2号が登場し、変身ポーズを取りつつベルトが出てきて変身する。このことにより変身ブームという時代に突入します。円谷プロのウルトラシリーズ以外にミラーマンを登場させます。ミラーマンは変身ポーズを取りますが、アイテムは使いません。そしてポピーからついに光る回る変身ベルトが発売されます。ライダーの時期で言えば2号後半の時期だったと記憶しております。これが爆発的なヒットになりました。ここで初めておもちゃ業界が変身が商売になることに気がつきます。だがしかし、円谷さんはこの変身が商売になることを横目に見つつ、ウルトラマンエースでは地味な指輪で変身。本格的に変身アイテムを出したのはファイヤーマンのファイヤースティックからでしたね。とはいえライダーの変身ベルトのヒットは他のヒーローにも影響を与えます。もはや変身に関係ないアイテムの人造人間機械ダーのスイッチオンベルトというのを高特製で発売します。ポピーにおいてはね、超人バロム1の変身ベルト、ボップはもともとマッハロットに変身するアイテムでしたが、おそらくですね、おもちゃメーカーの影響でボップを使って変身するというパターンに変わってきます。この頃からでしょうかね、変身アイテムがおもちゃとして売れるという図式が出来上がったのは。仮面ライダーのテレビシリーズではね、必ず変身ベルトがセットになりました。本来ね、光るも回るもしないアマゾンのね、コンドラなんかもね、光る回るで売ってましたね。それでもね、円谷プロさんはなかなかおもちゃ屋の手先にならず、変身アイテムを本格的に商品化されたのはアニメザ・ウルトラマンのビームラッシャーからですね。またね、戦隊ものは逆にですね、変身アイテムを売るというよりもですね、変身した後のヘルメットやコスチュームをね、売るようになっていきました。それと同時にね、戦隊ものには必ず巨大ロボットが出るようになり、その巨大ロボットを販売するという手法が取られるようになっていきました。これはもうバトルフィーバー J ぐらいから始まりましたね。1970年に起こった変身ブームですが、当時変身アイテムを使ったヒーローは意外と多くないんですよね。変身忍者嵐や解決ライオン丸などは通常の刀を使って変身しますし、一部のねタイガーセブンなんかもペンダントを使って変身しますが、
スポンサーにね、おもちゃメーカーがついていないと、それが商品化されないことがよくありました。それがね、現在では必ずおもちゃメーカーがスポンサーにつき、変身アイテムを全面的に出すようになってきました。平成以降はね、ウルトラも仮面ライダーも変身アイテムのおもちゃ販売は当たり前になり、通常販売されるようになっていきました。さらにね、大きな子供に向けた変身アイテム、変身ベルトやウルトラアイテムが販売するようになりました。その影響も大きく、プレ版で販売されれば数分で完売されるようになってまいりました。本当に困ったものです。このおもちゃのベータカプセルやウルトラアイを子供時代の私に渡せば納得いくまで遊んでいたのに違いありません。このようなことがまだ続くのでしょうか。新仮面ライダーの変身ベルトが発売されないことを祈るばかりでございます。ざっと変身アイテムの話をしてみましたが、皆様はどうだったでしょうか。次回はね、別の形で変身のお話をしてみたいと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。子供用だからちっちゃいな。ではまた。